世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。今回はですね、敵キャラクターの強さについて考察していきたいと思います。昨今ですね、死にゲーというジャンルがとある会社のおかげでね、割とメジャーなジャンルになってきてるかなと思うんですけど、とある会社、まあちょっと実名出すのはあれなんでイニシャルトークにしときましょうかね。フーロムソフトウェアさんのおかげで死にゲーっていうジャンルがね、日の目を浴びてきたかなというふうに思うんですけど、その甲斐あってですね、強いボスと接敵する機会っていうのもだいぶ増えてきましたよね。まあ強いと一概に言いましても、気持ちいい強さとそうでない強さっていうのがありますよね。以前の動画で僕はプレイヤーが死んだ時にやり直したいと思えるかどうか、死という結果に対してこれは自分の責任だなっていう風に納得感があるかどうかが理不尽と高難度の境目だっていう話をしたことがあると思うんですけど、これそのまま敵とかボス戦においても同じことが言えますよね。やっぱり世間一般で言われる両ボスたちって負けた時にね、くっそもう一戦っていう風に気持ちよくリトライできるんですよね。今回はゲーム内の細かい要素の数々、その一つ一つが積もり積もった先に生まれるプレイヤーの感情という名の結晶、それらが最も綺麗に輝くための両ボスという名の光を探求していきたいと思います。早速行ってみましょう。敵の強さは大きく分けて2つの要素で決まります。それがモーションと AI ですね。まず1つ目、モーションっていうのは単純に攻撃モーションの優劣で決まります。発生が早いとかリーチが長いとか後付きが少ない、または攻撃判定が出ているフレームが長いとかですね。他にもたくさんいろいろあると思います。ここで1つ目に挙げた発生の速さについてですね、少し議論しないといけないなと思うんですよね。ゲームっていうのはだいたい後半になればなるほど強い敵が出てくるので、おのずと攻撃の発生フレームもどんどん速くなりがちです。ただこれには限度があって、そもそもプレイヤー、人間側のね、反射神経の方が先に力尽きてしまいます。以前の動画でも調べた通り、どれだけ頑張っても最速で12フレーム、つまり 0.2 秒ですね。ガードと回避どっちを選択するかとか、敵の攻撃の方向とか、そういうものを考え出すと倍の24フレームあってもなかなか安定しません。見てから反応できない攻撃っていうのは基本的にはね、死への納得感を損なう原因になってしまうので、ここで開発者たちは頭をひねる必要が出てくるわけですね。どうやってもっと強い攻撃を作ればいいんだろうか。そこで生まれたのが、もう皆さんお分かりですよね。そう、ディレイという概念です。エルデンリングのマルギットに代表されるような異様なまでに予備動作の長い攻撃モーション、通常の攻撃と比べて明らかにスピードの遅い攻撃を混ぜることによってプレイヤーの反射神経は大きく揺さぶられます。ディレイ攻撃がなければ簡単に対応できていたであろう攻撃も、脳裏に焼き付いたディレイのイメージがイルミの針みたいに悪さをしてきてボロボロにされてしまった経験ありますよね。ネット上ではこのディレイ攻撃についてね、賛否両論というか、まあP の方がめちゃくちゃ多い印象があるんですけども、僕はこのディレイという要素ね、必要悪だと思ってます。というか厳密に言うと悪ですらないですね。両方要領を守って使わないといけない劇薬みたいなもので、使い方によっては悪になってしまう印象。今回のマルギットに関しては残念ながらラインを超えてしまっている感があるの事実なんですけども、エルデンリングにもね、うまくディレイの毒を中和できているなっていうボスもいて、例えばローレッタ第2形態でやってくるこの3連撃、馬で跳躍したりとか回転したりとかいろいろなアクションをやってるんで、結果的にね、攻撃のタイミングだけ見るとかなりディレイ気味になってるんですけど、全然気にならないっていうね。動かずにディレイするってのが一番ダメです。これはね、本当に納得感がないです。ゲームの中の話なんで、正直嘘はついていいと思ってるんですよ。というかむしろケレン味を利かせたかっこいい嘘はつきまくるべきだと個人的には思ってるんですけど、その嘘を支えるためのね、言い訳としての嘘をもう一つ横に添えといてほしいんですよね。これがモーションについての僕の結論です。嘘を支えるための嘘が必要だっていうこと。ただただ発生フレームだけを純粋に遅くしました、これだとね、絶対納得できないんですよ。言い訳がないから。攻撃前に一回足踏みをするとかね、それだけでだいぶ印象は変わってきますよね。もちろんその足踏み自体には判定なんてついてなくていいんですよ。ただの言い訳なんでね。ディレイという嘘をつくのであれば、必ず言い訳という嘘を横に添えましょう。
あともう一つ嘘っていうキーワードで思い出したんですけど、いらない嘘はつかない方がいいですね。これどういうことかっていうと、今回から体感を崩して致命っていう要素が増えたじゃないですか。おかげで致命の一撃をね決められる機会がたくさん増えて、しかもソウルシリーズって基本的に5の宣言オブザイヤーを受賞してるわけなんですけど、この体感をねあと少しで削れそうな時ってその瞬間だけ線の線で攻めていけるんですよね。これがすごいね戦闘にメリハリがついててめちゃくちゃいい要素だと個人的には思ってるんですけど、ただ致命後のね起き上がり中の無敵時間が不自然に長すぎます。これ本当に不愉快です。できればね今からでもアップデで直してほしいぐらいの案件ですね。しかもこれってつかなくていい嘘なんですよね。起き上がり中に殴られる分を加味して HP を最初から増やしておいても絶対にプレイヤーの満足度は上がるんですよ。致命の後に起き上がり中に追加で5回も殴れたってそこでプレイヤーをねちょっと気持ちよくさせてあげるだけで実際に討伐時間は変わってなくてもいいんですよ。というかむしろ討伐時間伸びたとしても起き上がり中に殴れる方が絶対に満足度は上がります。これはね本当に無駄な嘘をついててもったいない部分だなと思いますね。まあおそらく起き上がり中にね特大剣2等ジャンプ L1 とかで再び体幹を削られて致命ループに入れられるっていうのを危惧してるっていう側面もあると思うんですけど、それこそね起き上がり中は体幹ゲージだけ無敵にするとかそういう粋な嘘のつき方もできるんで、僕だったら少なくとも起き上がり中に入力した攻撃が虚しく空を裂くっていうことだけは絶対にやりたくないですね。さあ続いて敵の強さを決める2大要素のうちの2つ目 AI についてですね。こちらは結論から言いましょうか。揺らぎが大事だと僕は考えています。ゲーム開発においてもね AI の研究がどんどん進んでいって最終的にはね自己学習をして成長する AI とかがそのうち出てきてくれると嬉しいなっていう妄想とかしたりするんですけど、やっぱりね人間のような揺らぎのある行動選択をしてくる AI っていうのが一番戦ってて楽しそうだなっていう風に思うんですよね。今うちのゲームではこのビヘイビアツリーっていう機能を使ってねプレイヤーとの位置関係とか HP、MP の残量、自分の装備してる武器なんかの戦闘状況を加味してね確率で行動選択をするっていう仕組みになってるんですけど、揺らぎっていうものを作るためにはどんな場合でもできる行動のパターンっていうのがたくさんあった方がいいんですよね。例えば普段は大丈夫なんだけど特殊な条件下になった途端揺らぎがなくなっちゃうっていうパターンがよくよくあったりします。ネット上で騒がれてるエスト狩りなんかもその最たる例ですよね。近中距離でエストを飲んだ時に絶対にダッシュ攻撃してくるルツボの騎士っていう先生がいるんですけどね、この絶対にっていうところが良くないですよね。ロボット感丸出しになっちゃう感じ。黒騎士のような重厚感あふれるモーションがロボット感に拍車をかけちゃってるのが少し残念ですね。プレイヤーがエストを飲んだ時にルツボ側ができる行動っていうのがダッシュ攻撃でエストを咎めに行く、もしくは何もしない、この2つぐらいなんですよね。正直この2つしか選択肢がないんだったらもうねプレイヤーがエストを飲んだ時っていう条件を認識すること自体をやめてしまって通常のルーチンを回し続けた方がおそらくプレイヤーの嫌感はね減ると思うんですけど、まあでものっぴきならない事情があるんでしょうね。おそらくこの敵攻撃は強いんだけどエスト簡単に飲めるから全然苦戦しなかったわみたいなことを社内レビューとかで言われたりするわけじゃないですか。しかも設定上この敵はもっと強くないといけないとかね、その上納期が迫っててモーションはこれ以上増やせない、そんな状況に陥った時にもう AI でどうにかするしかないと。そういう時に個人的におすすめなのは歪んだ揺らぎを作るのが結構いいなっていうふうに思ってて、どういうことかっていうと、例えば普通に揺らぎを作ろうとすると 50% の確率でエスト狩りをしに行くとかになると思うんですよ。プレイヤーがエストを飲んだ時に2分の1の確率でエスト狩りしに行って残りの2分の1は何もしないみたいなね。これじゃあちょっと面白みがないので、例えばこの確率を 30% に減らしますと、ただし初回のエストに関しては 100% 借りに行くみたいなことをするんですよ。1本目のエストは 100% 借りに行きますよ、2本目以降は 30% で借りに行きますよ。
こういうね歪んだ揺らぎ状態を作ってあげると割といい感じになることがあったりします。全体としてはねエスト狩りをしてくる可能性が減るので、そこまでロボット感っていうのが出なくなるんですけど、初回はね必ず1回エスト狩りしてくるので、それがプレイヤーの脳裏にねこびりついていいアクセントになるんですよね。さっきも出てきましたけど、イルミの針理論ね、あれを初回のエスト狩りで疑似的に再現するわけですね。とはいえね、毎回 100% エスト狩りしてくる場合と比べるとどうしても弱くはなってしまうので、最初に言った通りね、揺らぎを作るための行動パターンっていうのをそもそももっと増やしておくのがベストです。自分だったらエスト狩り行動の他に、例えばエネルギーを貯めるみたいなアクションを用意しておきますかね。エスト狩りの代わりに一発限りのエンチャントをする感じ。どうぞどうぞ回復してください。ただし僕も力を貯めますね。一発限りのエンチャントなんで、次の攻撃をうまくいなすことができれば元の状態に戻すことができるし、あの一発食らったらやばいなみたいな戦局にメリハリもつけられるんで、なかなかいいんじゃないかなと思います。しかもプレイヤーがエスト飲んだ後にねエンチャント攻撃ができるんで、結構火力ぶっ飛んでてもいけるんですよね。普通の攻撃で物理戦士の HP8 割持っていく攻撃みたいなのがあるとちょっとぶっ壊れ感があるんですけど、エンチャント後の一撃で、しかもプレイヤーがエスト飲んだ後にやってくる攻撃なんで、ぶっ飛んだ火力に設定しててもプレイヤーは必ず生き残ってくれるみたいな、割とエスト狩りとしてエンチャントするっていうのはいろいろとシナジーがあって面白そうだなと思います。というわけで今回は敵の強さについて、プレイヤーの感情を損ねないように強い敵を作るにはどうすればいいのかっていうのを考えてみました。今回ちょっとねエルデンリングをやり玉に上げちゃう形になってるんですけど、僕本当にこのゲーム大好きなんですよね。他の強豪の AAA タイトル、例えばブレアイとか対馬とかそういうのと比べても戦闘の面白さとか敵のバリエーションに関して言うとね、本当に頭一つ抜けてるなっていう風に思ってるので、そういう偉大なる先人たちの知恵を自分のゲームにも活かしていけたらなと思っています。これからねチュートリアル用の敵 AI とか体験版でのエンドコンテンツにしようと思っている連戦モード用の敵の行動パターンなんかを組んでいこうと思っているので、今回考えたことをしっかり意識して作っていきたいなと思います。体験版をプレイしてみたいなという方は概要欄の方に千葉津のぼらば竜の降るSteam リンク貼っていますので、ウィッシュリストに登録して気長にお待ちいただければと思います。お時間ある方はぜひもう一本他の動画も見ていってください。それでは今回はこの辺で失礼します。アンバサ